皆さんこんにちは。株式会社バンダイナムコスタジオのアートディレクター菅野正人と申します。イカロ出版株式会社 J ウィング編集長の大谷と申します。軍事ジャーナリストの竹内治と申します。エスコマとファンが多いゲームなので、何かその架空機に無粋なツッコミをしてまた炎上とかしたら嫌だなとか思ってるんですけれども、そこはもう遠慮なくやらせていただきます。こういった航空雑誌ですとか、あとウェブなどでもご活用されていらっしゃる我々飛行機に携わる人間にとっては神様みたいな存在だと思います。そうした方にですね、私どもが、作り上げた架空の戦闘機がどのように評価されるっていうのかというのが非常に楽しみであり緊張する時間でもあります。どうぞよろしくお願いします。早速なんですけれども、今回エスコバットの、シリーズ航空機の中では、非常に有名な X02S と呼ばれる、戦闘機を、解説していきたいと思います。はい、菅野さん、まずこの機種はどういった機種になるんでしょうか。はい、この機体はですね X02S と申しまして、シリーズの中でも最強のステルス戦闘機というふうに位置づけております。竹内さん、現実世界でステルス機を作ろうとするとみんな同じような形になるものなんでしょうか。大体同じになってしまいますよね。航空自衛隊が今使っている F35A っていう戦闘機があるんですが、これ他の写真とか見ていただくと分かるんですけれども、機首部がそろばん玉のような形になっていまして、でこれなんであと、垂直尾翼がこう傾斜していたりとか、大体同じようなデザインになってしまうんですね。でこれなんでかって言いますと、レーダーに捉えられにくくするためにレーダー波をそらす効果を持たせるっていうのが狙いでこういうデザインになっていまして、でそうなってしまうとあんまりトップデザインにすると逆にその効果が得にくくなってしまうっていうところがあるので、今現在実用化されているものはほぼほぼ似たようなものになってしまう。デザイン的には似通ったところはかなりあると思います。なるほど。現在開発中の例えば欧州のとある戦闘機と、あとアメリカとか、中国とか他の国の戦闘機のステルス機っていうのがどうしてもやっぱり似てしまうものなんですね。そうですね。そのステルス機って呼ばれているものって大体第5世代っていうふうに分類されてるんですけど、第5世代、実は第5世代戦闘機って今のところ実用機作ったことがあるのが、アメリカとロシアと中国だけなんですよ。でなんとなくどの機体もちょっと共通項があるというか、結構似てるよねっていう感じになっているので、そんなに突飛なもの、この先の世代は分かんないですけど、これ以降の以前のその、20世紀末から21世紀にかけて作られた、第5世代戦闘機のステルス性を得るためのデザインっていうのは、ほぼほぼ大体こんな感じでまとまっていると思います。なるほど。X02 もステルス機というくくりで機体全体がなるべく凸凹がないようにはしているつもりなんですけれども、もともとの X02 と呼ばれる機体は艦上戦闘機でですね、空母から発艦するためにさまざまな視界を確保するためにバブルキャノピーになったりしていました。でバブルキャノピーっていうのはやはりステルス性損ねてしまうものなんでしょうか。あんまりいい効果は与えませんよね。バブルキャノピーは結局そのドッグファイトで視界をなるべく大きく得たいっていう時に効果があるので、ステルス機ってどちらかといったら敵に見つかる前に自分のミサイルとかで遠くから攻撃して「はいさようなら」っていうのが使い方なので、あんまりバブルキャノピーは見栄えはすごいするんですよ。僕大好きなんですけどこのデザインでもそれを現実の戦闘機で使った例っていうのは今のところまだないんですね。コックピットのキャノピーのところに何かレーダー反射を抑えるような材料を塗ったとしても、やっぱりこういう形状がマイナスの効果になってしまうということですか。そうですね。あんまりこう凸凹ない方がいいので、空対空戦闘のあり方とかが変わって、レーダーに捉えられない、例えばそのジャミングであるとか、あとはその本当にゴーストを作り出してアクティブステルスみたいなものを得ようっていうことになったらまた変わってくるとは思うんですが、あんまりまだバブルキャノピーを使うメリットっていうのは現状ではないのかなと思います。このお話を聞くとなんだかこのプラモデルとかでバブルキャノピーではない
もっとステルス性を考慮したキャノピーにするっていう改造のアイデアもなんか出てきますね。竹内さん、火炎翼のステルス機っていうのは実在するんでしょうか？ないんですよ。さっきのお話にあったようなプランはあったんですけれども、実用化されていない。でなんでされていないのかって話、実は僕も火炎翼大好きでして、あれ男のロマンじゃないですか。そうですね。でもなんで使わないかというと、結局翼の角度を変えてしまうと、レーダー波が反射の仕方が変わってしまうので、開きが大きければ大きいほど反射が大きくなってしまいますから、あんまり今の戦い方の、空対空戦闘のやり方の中で火炎翼を使うメリットっていうのはそんなにはないのかなと。なるほど。あともう一つ火炎翼って高いんですよね。お金がかかる。ああ、そうなんですね。F14 トムキャット、あれ、皆さん大好きというかファン多いと思うんですけど、あれアメリカ海軍からもう遠の昔に引退していまして、そうなんですよね。今イランだけしか使ってないっていう、なんで使わなくなったかっていうと、いろんな理由があるんですけど、これの可変交代翼機構の、整備費がすごい高い。そうなんですね。あれを使うと結局現実世界の軍隊ってやっぱりお金で動いているので、そこの部分を考えるとそこまでのメリットは今のところはないのかなと。XP70 とか B1 とか F14、いろいろな航空機が可変翼機能を持っていましたけれども、それらが、やや最近目立たないということはそういう理由からなんですね。そうですね。今やっぱりステルスが必須条件になってしまっているので、必須条件、だから昔のように低高度を超高速で進行していくみたいな戦い方をしていくとか、あとはF14 みたいに敵の爆撃機になるべく空母の遠くで迎撃するっていう高速性能が求められた時代は多分意味があったと思うんですよ。ただ今もうレーダーの能力が上がっていて、かつミサイルの射程も伸びているので、そうなっていくとわざわざそれを現実世界の軍隊で分かんないですよ。ものすごくそういうロマンに満ち溢れた傭兵者の人とかがいたら、やっぱ火炎翼男のロマンだからみたいな尽きるかもしれませんけど、今の時点ではちょっとなさそうかなっていうのは思います。現実は核も合理的なものだっていうことですね。シビアですよね。夢ないですよね。はい。いろいろ伺ってきましたが、竹内さん、ストライクワイバーについていかがでしょうか？これX02 オリジナルの機体がデザインされたのが2001年だと伺っているんですが、2001年デザインにしてはやっぱりすごくステルスをよく再現しているなと。これなんか本当にありそうじゃんっていうのはちょっと思ったんですよ。でただ現実世界に持っていくと、さっきお話したように、今の戦い方で高速性能と格闘戦能力を両立しなきゃいけない理由、あとステルス性能と両立しなきゃいけない理由っていうのがないので、そうなっていくとちょっとまだ現実世界では今の戦い方を主流のままでは難しいかなとは思いますね。竹内さん、判定はいかがでしょうか？これ悩むんですよね。もっとすごい架空の度合いが高い、この出てくる飛行機だと平気でブーとかいけるんですけど、これすごく微妙に悩みますけど、ギリギリこれかなっていう感じ。ありがとうございます。川野さん、いかがでしょうか？そうですね。今のお話を伺って分かったのが、エースコンバットドッグファイトのゲームなので、その中で竹内さんのお眼鏡にかなう完璧に丸をもらう戦闘機を作るのは非常に難易度が高いなと思いました。多分それ作られたら、ゲームとして面白くないですよ。ものすごくつまらないです。航空機メーカーに就職できますかね？航空機メーカーには就職できると思いますが、多分コンシューマーのゲームとしては売れないと思います。ありがとうございます。皆さん、いかがだったでしょうか？今回は、X02 のお話をさせていただきました。次回は ADF01 ファルケンについてお話しさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。